はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンチです。今回はですね、ビヨンの妻をですね、紹介しようと思います。このですね、ビヨンの妻のあらすじを紹介しますと、何日もですね、飲み歩いて家に帰ってこない主人、旦那を持ってる奥さんのお話ですね。で、奥さんとさらに子供が一人いるんですけども、そんなですね、たまに酔いつぶれて帰ってくる旦那。で、別に奥さんとか息子に気を使うわけでもないような旦那が、ある日ですね、いつも通り、やっぱり何日かに一遍帰ってきて、で、その帰ってきた旦那が、妙にですね、優しかったんですよ。奥さんのことも気遣うし、息子もですね、体調大丈夫かっていう風に、妙に優しい日があったと。そしたらその後にですね、誰か訪ねてきて、大谷さんと、大谷さんっていうのがその家族の名字なんですけども、大谷さんいるんでしょって言って、あんなことをされては困りますと。あれは泥棒と一緒ですよっていうところから始まるんですよ。じゃあ実際に旦那がね、どういうことを働いたかっていうと、いつも行ってる飲み屋でですね、お金を盗んできたんですね。お店の金を盗んできて帰ってきたと。で、そういう精神状態だったんで、いつもだったら別に気遣うこともないけども、妙にね、妻子に対して優しかったっていう、それを返してくださいって言って、お店の奥さんと主人がですね、家に押しかけてきたわけですね。ちょっとですね、吸ったもんだあって、旦那が逃げるんですね。お金を盗んだまま逃げるんですよ。で、奥さんが私の方でもしかしたら話がつけられるかもしれないんで、ちょっとどういういきさつか話してくださいって言って家にあげて、話を聞くんですよ。で、話を聞くと、さっき金を盗んだ件も含めて、今までずっと旦那さんがお店に通ってくれてはいるけども、全然お金を払ってくれない。3年間1回も払ってくれないって言うんですよ。そんなですね、旦那の、悪い行いをですね、聞いてるうちに、実はですね、奥さんが、2回ほどね、吹き出してるんですよ。旦那がもうどうしようもなくて、もう呆れてしまって、呆れを通り越して笑っちゃうのを2回やってるんですね。おかしくてたまんなくて。で、ちょっとね、言い忘れてましたけども、このね、奥さんってのがすごいしたたかで、実はですね、奥さんの年齢がまだ26歳なんですね。で、旦那さんが、盗みを働いた旦那さんが30歳なんですよ。で、4歳年下の奥さんで、結構ね、したたかなところが見れるんですよ。で、そういうね、旦那が金を盗んだっていう話を聞いて、分かりましたと。明日か、もしくは明後日までに用意しますと。なんとかね、手立てを立てますのでって言って帰ってもらったんですね。で、実際には全く手立てはないんですよ。頼る当てもなければ、自分たちも貧乏生活なわけですから、全く頼る当てがないけども、大丈夫ですって言って、帰ってもらうんですね。で、その日の夜、坊やを寝かしつけながら、このままね、いつまでも夜が明けなければいいのにって思いながら、眠りにつくと。だけどもやっぱり次の日朝が来てしまうんですね。で、その奥さんがどういう行動をとったかっていうと、特にね、お金をね、集めるために奔走するわけでもなく、坊やを抱えて、井の頭公園に向かって、池を眺めたりとかして、その後、特にね、当てもなく、誰かに連絡するでもなく、お店に出向いて、奥さんにですね、お金の当てができましたので、必ず今日の晩か、もしくは明日の晩までに絶対お金を持ってきてくれますと。そういう人が見つかりましたっていう、大嘘をこくんですね。大嘘をこいて、それまで私をここで働かせてくださいと、人質の代わりですって言って働かせてもらうんですよ。で、全く当てはなかったんですけども、意外と奇跡が起こってですね、その晩に旦那がやってきたんですね。旦那がある女性に、連れられてっていう形かな。いつもだったら旦那さんが女性を連れてくるような側だけども、その晩に限っては、旦那さんと、女性が一緒に来たわけですね。で、女性の方から、その、店の主人に話がありますっていうことで、お金を返すお話をするんですね。で、実際に、耳を揃えてお金を返してもらって、主人はお金を返してもらいましたと。ただ、お金は返してもらったけども、それまでの飲み代っていうのがやっぱりまだね、借金としてあるというんで、奥さんとしても、じゃあ私がここで働きますって、働きながら返しますって言うんですよ。で、そこからですね、働いてるうちに、旦那もろくでなしなんですけども、意外とですね、その飲みの主人だったり、飲み屋のお客さんたちも、そこまでみんながみんないい人ばかりではなかったっていう。みんな何かしら、後ろ指を刺されるようなことがあると、後ろめたいものがあるってことに気づくんですね。で、ある時ですね、その奥さんもですね、実はね、男に怪我されてしまうんですね。店の常連でもない人に、自分が帰るってなったタイミングで、雨が降ってたんで、傘を借りますと。言ったら、その飲んでた男の人が、私が送っていきますよって言って、一緒に家まで送ってもらうんですよ。で、家まで送ってもらった後、1回はですね、帰ってもらうんですね。ただ、何時間かした後に、男が酔いつぶれた様子で、実は全然家は違うところにありまして、全く帰る道が同じじゃないんですよっていうようなことを言って、今晩はもう玄関でいいんで、寝かしてくれませんかって、この家で寝かしてくださいっていうふうに頼み込まれて、寝かしてあげるんですね。で、その日は、主人も帰ってきてなくて、寝かしてあげるんですけども、その翌朝ですね、その男の人の手にかけられて、あっさりと落ちてしまうんですけども、で、そんな日もですね、いつもと変わらず出勤をして、店に行くと主人がいて、主人にですね、昨日はどうしてたのって聞くと、夜遅くにここの店に来たんだけど、お前もいないし、で、雨も降ってたから、俺はここで寝たよって
ことを言って、で、主人がですね、新聞を読んでて、また主人の悪口が書いてあるんですね。僕のことを人否人なんて書いてやがるって言うんですけども、それに対して奥さんが、人否人でもいいじゃないと。私たちは生きてさえいればって言って、話が終わるんですよ。で、やっぱりね、改めて考えると、この奥さんに関しては、最初からね、結構したたかなんですよね。寝る前に、坊やを撫でながら、このまま夜が来なければいいのにっていう風に、ちゃんとね、現実逃避の考えがあるんですよね。で、現実逃避の考えがあるんだけども、朝が来たら、別にそのまま現実にスッと入っていく。で、働きながらですね、何の用立てもなくて、お金が返せるかどうかもわかんないけども、一生懸命働いてる時に、アイスクリームのように溶けてなくなっちゃえばいいなって思いながら働いてる。ここら辺結構面白くて、で、一方で多分この小説で伝えたいこととしては、世の中ね、みんな後ろめたいものがあるもんだと。そんなにね、悪いことをしてない人なんて一人もいないんだっていう風に認識が変わって、最後に、人否人でもいいじゃないと。私たちは生きてさえいればっていう。多分この私たちってのは、自分と旦那さんだけじゃなくて、多分みんなのことも含めてね、生きてさえいればいいと。何かしら後ろめたいものがあったとしても、生きてさえいればいいと。あとはですね、この、角川文庫のですね、解説書いてる人はね、結構いいことを言ってたのが、このビヨンの妻に収録されてる話っていうのは基本的には死とね、結構関連してる話が多くてですね、死に近ければ近いほど、悲惨であればあるほど、案外ですね、描写自体が、登場人物の心情も含めてですね、楽観的なんですよ。安楽的なんですよ。だからビヨンの妻も全くお金の工面の当てがないにもかかわらず結構明るめに書かれてるんですよね。一番悲惨なのに一番なんか楽観的に書かれてるっていうのが。だから奥さんとしても半分投げやりな気持ちはあったのかもしれない。投げやりで何にも当てはなくて、だけども働いて返しますみたいな。奥さんがね、終始したたかでね、なかなかね、26歳でこれだけ平然とね、世をね、渡り歩いていける人ってなかなかいないんじゃないかなって思いますね。そのしたたかさをね、見習いたいなと思った作品でした。はい。ではですね、今回は、ビヨンの妻を紹介させていただきました。ぜひですね、気になった人いたら読んでみてほしいなと思います。はい。それでですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。